皆さんこんにちは。日本語教師のココです。今回は日本の小学校について話しながら関係する言葉をたくさん紹介していきます。学校によって少し違いますが、インターネットで調べた情報と私のだいぶ前の小学校の思い出を合わせてお話ししていきます。皆さんの国の小学校と比べながらぜひ見てみてください。まず、日本の小学校は6歳で入学します。そして1年生から6年生まで6年間あります。1年生の4月に入学して6年生の3月に卒業します。入学式の4月、卒業式の3月、どちらも桜が咲いている季節です。ですので入学式、卒業式では桜とよく一緒に写真を撮ります。日本では一つの学年は4月に始まり3月に終わります。そして1年は3つの期間に分かれています。4月から7月を1学期、8月から12月を2学期、1月から3月を3学期と言います。1学期の後夏休み、2学期の後冬休み、3学期の後春休みがあります。では、ジョバが通うある小学校の1日のスケジュールを見ていきましょう。登校。行ってきます。いってらっしゃい。一人もしくは近くに住む友達と歩いて学校へ行きます。小学生のカバンはこれです。ランドセルと言います。私の時代は男の子は黒のランドセル、女の子は赤のランドセルが一般的だったのですが、今は男女関係なくいろんな色のランドセルが使われています。皆さんだったら何色のランドセルを使いたいですか？ランドセルの中には教科書、筆箱などが入っています。筆箱には鉛筆、消しゴム、定規などが入っています。ランドセルはたくさんのものを入れるので結構重いです。重い。朝8時半ぐらいまでに学校に行きます。おはよう。おはよここは廊下。ここは教室です。教室に机と椅子が並んでいます。これは黒板です。一クラスに25人から35人ぐらいの生徒がいます。先生がいらっしゃいました。クラスを担当する先生を担任の先生と言います。小学校では担任の先生がほとんどの授業を教え、クラス運営も担当します。朝の会。まずは朝の会です。出席や連絡事項などを確認する時間です。おはようございます。う。おはようございます。います。出席を取ります。ジョバさん。はい、元気です。私の小学校では出席を取るとき、はい、元気ですと答えていました。体調が悪いときは頭が痛いですなど先生に自分の体調を伝えていました。先生、眠いです。来たばかりでしょう。今日もみんな元気に来ていますね。欠席者はいません。出席の反対は欠席です。午前の授業。朝の会が終わったら授業が始まります。小学校では何を学ぶのでしょうか？学ぶ、学習するとも言います。この漢字は学校の漢字ですね。学校は学ぶ、学習するところです。では、どんな教科、科目を学ぶのか紹介していきますが、その前に授業の呼び方についてです。一つ目の授業を1時間目と言います。
1時間目から4時間目までが午前の授業。5時間目から6時間目までが午後の授業です。1時間目は国語です。国語は国の言葉、日本語です。語彙や漢字、文法を学んで本を読んだり、作文を書いたりします。文字が多い。漢字も多い。先生、漫画はありませんか？ありません。2時間目は算数です。この漢字は数、数える、数字の数の漢字です。算数では基本的な数字の計算などを学びます。4つの計算方法の名前を紹介します。1つ目、足し算。2たす3は5。2つ目、引き算。5-3は2。3つ目、掛け算。2×3 は6。4つ目、割り算。9÷3 は3。算数は中学校、高校では呼び方が変わって数を学ぶと書く数学と言います。3時間目は理科です。自然や地球のことなどを勉強します。虫や植物の観察をしたり、理科室で実験をしたりします。わ、びっくりした。4時間目は体育です。この漢字は体の漢字ですね。体を動かす授業です。体育館や校庭で走ったり、ボールを使ったスポーツをしたり、水泳をしたりします。給食。4時間目の後は楽しみにしていた給食です。お昼ご飯の時間です。この漢字は食べるの漢字ですね。給食当番がエプロンを着てみんなの給食を準備し、教室で食べます。このような給食が出ます。ご飯やパン、それにおかずです。飲み物は牛乳であることが多いです。クリスマスはケーキ、節分は巻き寿司などの特別なメニューが出ることもあります。やった。今日は節分だから巻き寿司だ。いただきます。私の小学校では全部食べ終わるまで遊びに行けませんでした。嫌いなものが出た日は大変でした。ピーマンがある。嫌だ。早く遊びに行きたいよ。残さないでちゃんと食べてくださいね。昼休み。給食の後は30分から40分ぐらいの昼休みがあります。校庭で遊んだり、図書室で本を読んだり、自由に過ごします。ここで授業時間と休み時間についてです。一つの授業は45分から50分ぐらいです。授業が終わったら5分から10分ぐらいの休憩があります。この漢字は休むの漢字ですね。休む時間です。2時間目と3時間目の間はちょっと長めの20分ぐらいの休憩時間があります。午後の授業。
5時間目は社会です。歴史、政治、地理などを学びます。眠い。ジョバさん、寝ないでください。ジョバさん、ジョバさん。はい、元気です。間違えた。恥ずかしい。今日は5時間目で終わりです。今日の授業は国語、算数、理科、体育、社会でした。このようなスケジュールを時間割と言います。1週間の時間割はこのような感じです。今紹介した科目以外には音楽、外国語などの授業があります。いろいろな科目を紹介しましたが、皆さんが得意な科目、苦手な科目は何でしたか？得意は上手にできて自信があること。反対に苦手は得意ではないこと、上手にできないことです。私は小学校では算数が得意でしたが、中学校になって算数が数学になり難しくなるので苦手科目になってしまいました。また走るのが遅く、運動が全然できないので体育が苦手でした。さて、ここで小学校の行事について紹介します。日本の小学校にはたくさんの行事があります。まず体育祭。先ほど体育という科目を紹介しました。この漢字は祭りの漢字です。走ったりダンスをしたりする行事で家族も見に来ます。運動会とも言います。次は遠足。学校の近くの公園や動物園などへ行く行事です。お弁当やお菓子を持って行きます。次は合唱コンクール。歌を歌う行事です。学年やクラスごとに歌って発表します。最後は修学旅行。小学校を卒業する学年6年生の時にある旅行です。バスや電車で遠くへ出かけて泊まります。神社やお寺などを見学して歴史を学んだり、山や川などの自然の中で遊んだりします。以上、小学校の行事についてでした。行事を通してクラスメートと仲良くなったり、学校の外で体験をして社会のルールを学んだりします。掃除。授業が終わったら掃除をします。日本の学校では生徒が掃除をするのが一般的です。これらの掃除道具を使って掃除をします。これはほうき、ちりとり、雑巾、バケツです。俺は世界一強い侍ジャットだぜ。ふう、決まった。見られてる。また僕のファンを作っちゃったかな。かっこいい。遊ばないでちゃんと掃除して。あ、ごめん。帰りの会。朝の会と同様、帰りの会があります。宿題のプリントが配られたり、連絡を先生から聞いたりして終わりです。これが今日の宿題です。先生、多いです。4年生になったら授業の後週1回ぐらいクラブ活動というものがあります。サッカーやバスケットボールなどの運動のクラブや英語やコンピューターのクラブなどがあり、自分が好きなクラブに入って活動します。私は絵を描くのが好きなので美術クラブに入っていました。下校。そろそろ帰る時間です。学年によって時間割が違うので、1年生と6年生では帰る時間が違いますが、早い時は12時半、6時間目まである時は3時半頃帰ります。
先生、さようなら。ジョバさん、さようなら。ただいま。おかえり。おやつ置いてるよ。やったー、たい焼きだ。おやつも食べたし、宿題しなきゃ。宿題多い。先にアニメ見ようっと。ジョバ、先に宿題しなさい。はーい。家で宿題をして次の日の準備をします。以上、ある小学校の1日のスケジュールと小学校に関係する言葉を紹介しました。皆さんの国では今回紹介した以外の面白い授業はありますか？また皆さんが得意、苦手な科目は何でしたか？ぜひコメント欄で教えてください。最後に小学校で学ぶ教科・科目の名前を復習します。Music, 音楽、 foreign language, 外国語、 Japanese, national language, 国語、 arithmetic, basic math, 算数、 social studies, 社会、 science, 理科、 physical education, 体育。今日はここまで。 That's all for today. チャンネル登録してね。 Thanks for subscribing to our channel. いいねも押してね。 Don't forget to like this video. またね。 Bye bye. Thank you for watching. ご視聴ありがとうございました。